皆さんこんにちは。今回はオールレンジ組成ビルドについて考察します。単眼の盾は固有戦技、炎の唾を使用できます。炎の唾のダメージはプレイヤーのステータスに左右されません。ステータスを要求値に抑え、バフで底上げする運用が最適となります。しっかりと底上げすればかなりのダメージが期待できます。ただし、使用感が独特で、運用には慣れが必要です。基礎ステータス重視の組成ビルドです。筋力を単眼の盾、技量をクラゲの盾の要求値に合わせています。進行は火を、力をとミケラの騎士権を意識したものです。装備一覧はこんな感じです。サブには基礎攻撃力の高いミケラの騎士権を採用。単眼の盾でほぼ全ての距離をカバーできていますが、爪や迎撃の性能をより高めることができます。持久力が高く、強靭を確保しやすい点でも組成ビルドは優れています。付け替え用の武器配置はこんな感じです。付け替えなしでも対応力の高い構成ではありますが、縦受けや猟剣のステップ、ラグ対策などにトリーナの剣を用意しています。継がれた飛竜も迎撃時に活躍してくれました。ツリースピアも基礎攻撃力の高い武器の一つです。戦技、成立の効果時間が延長されたので、黄金樹に誓ってと併用できるように進行を調整しています。ただし、これらのバフは PVP での効果減少が著しい点がネックです。この後のワンポイントプレゼンで詳しく説明させていただきます。バフは非常に有用ではありますが、 PVP 時に弱体化してしまうものも多いです。今回のビルドではバフを多く扱いますので、主要なバフの使用についてまとめてみました。赤文字で記載しているものが PVP 時に効果が減少するバフです。減少率も一定ではなく、バフごとの格差が大きい印象です。今回のビルドも当初は成立特化で検討していたのですが、侵入向きのバフではないと判断し、断念しています。侵入用ビルドを検討する時のご参考になれば幸いです。今回のワンポイントプレゼンは以上です。